第1章小さな夢と爆発的な人気。桜井翼は地方の美大に通う20歳の青年だった。彼のささやかな夢は自分が作ったキャラクターで誰かの日常を少しでも明るくすること。その夢から生まれたのが白い毛玉のような体に大きな瞳を持つアプリゲームのサイドキャラクター、ふわりんだった。ふわりんはゲーム内の隠し要素として登場するはずだったが、そのあまりの可愛さに SNS 上で瞬く間に火がついた。ふわりんかわいい。これグッズ化しないと犯罪でしょ。タグはトレンド入りし、ゲーム本体よりもふわりん目当てのユーザーが増える異例の事態となった。翼が趣味で運営していた公式アカウントのフォロワーはたった1週間で10万人を超えた。自宅兼作業部屋のデスクには大手玩具メーカーや文具メーカーからの企画書が山積みになっていた。特に大手商社からは海外展開を見据えた大規模なコラボレーションの提案があり、翼の心は躍った。こんなこと夢にも思わなかった。彼は自分の才能が社会に認められたことに心からの喜びを感じていた。ふわりんは彼自身の分身のような存在であり、彼の未来そのものだった。このキャラクターを中心に創作活動だけで生計を立てるという具体的な未来が見え始めていた。しかしその輝かしい未来図に突然深く冷たい影が落とされることになる。あの日届いた1枚の内容証明郵便によって第2章届いた最後通帳。翼は郵便局員から受け取った内容証明郵便を封筒のいかめしさからしばらく開けることができなかった。差出人は株式会社アークコンサルティングという聞いたこともない会社名だった。恐る恐る開封すると、そこには法律用語で埋め尽くされた血も涙もない文書が記されていた。文書の核心はあまりにも冷酷なものだった。弊社の商標登録出願によりキャラクター名ふわりんおよびそのロゴマークの商標権は今後弊社に帰属します。つきましては、貴殿が今後この名称を使用する場合、速やかに既存のアプリ、SNS アカウント、制作途中のグッズ等の利用をすべて中止し、弊社と新たにライセンス契約を締結してください。そして続く金銭的な要求、ライセンス契約の締結、または貴殿によるふわりん名称の商標権買取には一時金として最低300万円を要します。300万円。学生の翼にとってそれは途方もない金額だった。彼はすぐに内容を理解できなかった。自分のキャラクターがなぜ見知らぬ他人のものになってしまったのか。彼は自分のパソコンで特許庁のデータベースを検索した。そして彼の目の前で現実が冷たく確定した。ふわりんの名称が先週付で株式会社アークコンサルティングによって商標出願されていることが確認できた。翼は全身の力が抜けていくのを感じた。自分の努力とファンとのつながりが生み出した全てがたった1枚の紙切れによって見ず知らずの第三者に奪われようとしている。これは詐欺ではないのか。すぐに内容証明郵便に記載されていた電話番号に震える指でダイヤルした。第三章絶望と理不尽な圧力。電話は甲高い声の男につながった。それが悪質なブローカー、株式会社アークコンサルティングの代表だった。ああ、ふわりんの作者さん、ご連絡ありがとうございます。男の声は勝ち誇ったような薄ら笑いを浮かべているようにも聞こえた。翼は必死に訴えた。これは僕が考えたキャラクターです。アプリの公開日も SNS の投稿履歴も全て残っています。どうしてあなたの会社の商標になるんですか？男は冷静に、そして事務的に答えた。法律は早い者勝ちですよ。商標権というのは先に特許庁に出願したものに権利が発生します。あなたがそれを怠った。ただそれだけです。でもこれは僕の創作物でファンもいる。それを創作物？それは著作権の話でしょ。名前やロゴは商標権で守られるんです。あなたは著作権を持ってるかもしれないが、名前を使う権利はもう私たちにある。男はさらに続けた。私たちはあなたみたいな才能のあるクリエイターから金を巻き上げたいわけじゃない。300万円はあなたの夢を続けるための参加費用だと思えばいい。これを払うか、それともこのまま一切の名前を捨ててふわりんを闇に葬るか、選ぶのはあなたです。それは脅迫にも似た冷酷な通告だった。翼は言葉を失った。このブローカーは
自分の夢や努力など微塵も顧みていない。ただ彼が生み出した価値にただ乗りし、金銭に変えようとしているだけだった。追い打ちをかけるようにグッズ化を進めていた大手メーカーからも連絡が入った。桜井さん、商標の件、先方と話はつきましたか？もし解決が難しいようでしたら、こちらの企画は一旦ストップせざるを得ません。すみません。企画はすべて白紙に戻された。翼の心は絶望の淵に沈んでいった。第4章専門家の扉を叩く。諦めてはいけない。数日後、食欲も睡眠も失った翼は友人の励ましを受け、ようやく立ち上がった。彼の目に映ったのはパソコンの検索窓に打ち込まれた商標乗っ取り対処法という文字だった。その検索結果から彼は一人の専門家の存在を知る。特許や商標などの知的財産権に強い弁理士の村上だった。翼は緊張しながら村上法律特許事務所の扉を叩いた。村上は50代後半の穏やかな女性だったが、その瞳には知性と強い意志が宿っていた。翼はこれまでの経緯、ブワリンの人気、そしてブローカーからの脅迫めいた内容証明郵便の全てを話した。村上は内容証明郵便の文書を一列した後、静かに言った。これは典型的な商標ハイエナの手口です。創作活動をしていない人間が他人の人気にあやかって利益を得ようとする法的に許されない行為ですよ。そして反撃の可能性を示唆した。商標法は確かに早い者たちが原則です。しかし悪質な目的、すなわち不正の目的で登録された商標は例外的に無効にできるという規定があります。村上は翼を力づけるように続けた。あなたのふわりんはブローカーが出願する前にすでに多くのファンに愛され世間に知られていた。この周知の事実こそが私たちにとって最大の武器になります。翼の心に一筋の光が差し込んだ。僕のキャラクターは僕だけのものじゃなくファンとのつながりでできている。それが武器になるんですね。法律は悪意あるものを守るためにあるのではありません。正当な権利を守るためにあるのです。第5章反撃の根拠先使用権の証明。村上弁理士の指導のもと、翼は商標ハイエナへの反撃のための証拠集めを開始した。それはふわりんというキャラクターがブローカーが出願するより前からすでに世間に存在していたという歴史を証明する作業だった。翼は過去のデジタルデータを徹底的に掘り起こした。最初にふわりんのイラストを SNS に投稿した日時、ゲームアプリのリリース日とそのダウンロード数、ふわりんに関する記事がウェブメディアに掲載された日、そして何よりも重要だったのはファンたちがふわりんという名称を使ってグッズを自作したりコメントを書き込んだりしたあらゆる痕跡だった。このファンアートも全て証拠になります。村上は翼が集めた数百枚のスクリーンショットやログデータを見てうなずいた。このブローカーの出願日は先週です。しかしあなたの最初の投稿は半年前。この半年の間にふわりんが世間に広まっていたという事実が私たちの主張の最も強力な根拠になります。村上は商標法に定められた規定を翼に示した。商標法第4条第1項、第10号や19号です。これは簡単に言えば不正の目的をもって他人の周知の商標と似た商標を登録してはいけませんというルールです。翼は法律の条文を読みながら感動を覚えていた。法律はただの固いルールではなく、彼のような小さなクリエイターの努力やファンとの温かいつながりを守る盾にもなるのだと。証拠は完璧に揃った。反撃の準備が整った瞬間だった。第6章ブローカーの悪質な不正目的。村上は集めた証拠をもとに冷静にブローカーの行動を分析した。ブローカーの行動は一貫しています。人気が出た商標をすぐに出願し、その商標の生みの親に対して高額な金銭を要求する。これはビジネス活動ではなく不正な金銭目的、すなわち商標法に違反する不正の目的によるものです。彼らはふわりんを使って何もするつもりはないんですね。彼らが実際にふわりんのグッズを作ったりビジネスを始めたりした形跡は一切ない。彼らの目的はあなたから300万円を絞り取ることだけです。村上はブローカーが翼に送ってきた内容証明郵便のコピーを指さした。この文書が何よりの証拠です。300万円を払えば契約を譲る。
という文言自体が彼らの不正目的を裏付けています。真に商標を使いたい者はこのような交渉はしません。村上は反撃の手順を説明した。私たちはまず彼らに対して最終通告を送ります。法廷闘争も辞さないという強い意志を示す。そして特許庁に登録異議申し立てを行います。あなたが先に不和輪を使っており、彼らの出願は不正の目的によるものだと特許庁に正式に訴えるのです。翼は不安を抱えながらも村上の戦略にかけるしかなかった。このまま泣き寝入りすれば不和輪は永遠に奪われてしまう。お願いします。村上先生、僕の不和輪を、そして不和輪を愛してくれたファンたちの期待を裏切るわけにはいきません。任せてください。私たちは法という武器を使い彼らの悪意を断罪します。第7章最終通告とブローカーの悪あがき。数日後、今度は村上弁理士の名前でブローカーの会社に内容証明郵便が送付された。その文書は翼に送られてきたものとは比べ物にならないほど厳しく、そして論理的だった。記者による商標登録出願は商標法第4条第1項第19号に定める不正の目的によるものであり、無効事由を有します。当職は記者に対し直ちに出願を取り下げるよう要求します。要求に応じない場合、記者の不正な行為を証明する証拠を添え、特許庁に登録異議申し立てを行うとともに、記者の不法行為に基づき損害賠償請求訴訟を提起します。ブローカーからの返信はすぐにはなかった。しかしその夜、翼のもとにブローカーから感情的なメッセージが届いた。おい、桜井、弁理士なんか雇いやがって。そんな金があるなら最初から300万円払えばよかっただろう。金を渋るクズクリエイターだということを世間にばらしてやる。ブローカーは焦り、翼の SNS アカウントに根拠のない悪質なコメントを大量に書き込み始めた。不和輪はパクリだ、金に汚いクリエイターといった誹謗中傷が並んだ。さらにブローカーは匿名アカウントを使い SNS 上で不和輪は商標権侵害でアプリが消滅するといったデマを拡散し始めた。翼のフォロワーたちも困惑し、コメント欄は荒れ始めた。翼の心は再びかき乱されたが、村上は冷静だった。ブローカーは法的な戦いでは勝ち目がないと悟り、今度は世論を使ったネガティブキャンペーンに切り替えたのです。これが悪あがきの証拠です。この感情的な言動も全て彼らの不正の目的を裏付ける証拠となります。村上はこの悪質な書き込みこそが反撃の好機だと判断した。第8章 SNS での告発と世論の逆転。村上弁理士の許可を得て、翼は自らのアカウントで事の経緯を全て公開する決断をした。彼はブローカーから届いた内容証明郵便の文書、弁理士からのアドバイス、そしてブローカーによる悪質な誹謗中傷のスクリーンショットを全て時系列で公開した。不和輪は僕の、そしてファンの皆さんのものです。しかし今、商標ハイエナによってその名前を奪われそうになっています。彼は僕の夢を人質に300万円を要求してきました。僕はこの理不尽な要求には屈しません。弁理士さんと共に法的な手続きで戦うことを決めました。その投稿は瞬く間に拡散された。ひどすぎる。クリエイターの夢を何だと思ってるんだ。多くのクリエイターやファンが翼の境遇に同情し、ブローカーの悪行を非難する声を上げた。ブローカーが使っていた企業アカウントは特定され、彼の過去の悪行までもがネットの炎上によって暴かれていった。ブローカーのアカウントは炎上し、彼の社会的信用は完全に失墜した。法律で勝てないなら、せめて世間を味方につけろという村上の言葉は、まさに現実となった。翼は、ファンからの温かい応援メッセージに胸が熱くなるのを感じた。不和輪が世間に広まっていた証拠は、僕たちが作るというファンの声は彼に勇気と確固たる自信を与えた。法的な準備は整い、世論は味方についた。ブローカーはもう逃げ場がないことを悟ったはずだった。第9章特許庁への申し立てと完全なる敗北。村上弁理士は炎上したブローカーの SNS のコメントや翼への脅迫めいたメッセージを新たな証拠として追加し、特許庁へ登録異議申し立てを提出した。提出された申し立て書には、不和輪がブローカーの出願前から世間に周知されていたという揺るぎない証拠と、ブローカーが不
正の目的をもって商標登録を試みたという論理的な裏付けが詳細に記されていた。特許庁からブローカーに対し意見書の提出を求める通知が届いた。しかしブローカーからの意見書が提出されることはなかった。すでに社会的信用を失い、さらに特許庁という公的な機関との法的な戦いにまで持ち込まれたブローカーは、このままでは全てを失うことを理解した。彼は自らの出願が不正目的によるものとして無効化される前に逃げ出すことを選んだ。ブローカーは特許庁からの通知を待たずに自ら商標出願を取り下げた。やりましたね、翼さん。ブローカーが出願を取り下げました。これでふわりんの名前は法的に完全にあなたの元へ戻ってきました。村上弁理士からの電話を受け、翼は涙が止まらなかった。法は正義を味方した。理不尽な悪意は知識と証拠、そして世論の力によって完全に打ち砕かれた。300万円を要求してきた悪質なブローカーは1円の利益も得ることなく、自らの不正な試みによって社会的信用を全て失い、業界から去っていった。第10章取り戻した未来とクリエイターの矜持。ふわりんの名前が法的に安全になったことで、一度ストップしていたグッズ化と企業コラボの企画は勢いを取り戻して再始動した。翼は企業との契約書を交わす際、商標権について細部にわたり確認するようになった。彼の顔つきは以前のただ夢見るだけの若者ではなくなっていた。知識と経験が彼に確固たる自信とクリエイターとしての矜持を与えていた。彼はふわりんの公式 SNS に今回の騒動の終結を報告した。ふわりんの名前を悪質な人間に奪われることはありませんでした。これは僕一人ではなく村上先生という知識のプロ、そして何よりも応援してくださったファンの皆さんのおかげです。投稿にはおかえりふわりん、翼くんよくやったといった祝福のコメントがあふれた。翼は今回の出来事を教訓に他のクリエイターたちに向けたメッセージを SNS で発信することを日課にした。自分の作品を守るための武器は才能だけじゃない。法律という知識の盾と剣も必要なんだ。彼の小さな夢は法律という最強の武器を得て、これから世界へと羽ばたこうとしていた。翼は創作活動を続ける限り理不尽な悪意に屈しない強いクリエイターであり続けることを心に誓った。法律 Tips コーナー。今回のトラブルでポイントとなった法律や制度を解説します。商標法先使用権不正目的の排除。商標権は原則早い者勝ちで、先に特許庁に出願した人に発生しますが、不正な目的で出願されたり、すでに出願者より先に世間に広く知られていた周知性場合は、例外的にその登録が無効になったり、権利を主張できなくなったりします。他人の人気にただ乗りするような悪質な出願は、商標法第4条、第1項、第19号の不正の目的によるものとして、登録が拒絶されたり、登録後に登録異議申し立てや無効審判によって無効にできる可能性があります。登録異議申し立て無効審判。登録異議申し立ては、商標登録広報の発行日から2ヶ月以内に特許庁に対して行います。無効審判は、登録後いつでも行えます。これらは、不当に登録された商標を無効にするための強力な法的手続きです。証拠の保存の重要性。今回のケースで最も重要だったのは、ブローカーが出願するより前に、主人公がふわりんの名前を世間に使用し、それが多くの人に知られていたという、先使用の事実の証拠。 SNS の投稿日時、アプリのリリース日、ファンのコメント履歴などです。デジタルデータの証拠は、必ず日時とともに保存しておきましょう。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。